皆さんこんにちは。心の健康ナビチャンネルへようこそ。今日は人間関係を豊かにするポジティブなコミュニケーション、幸福な関係を築く秘訣についてお話しします。人とのつながりは私たちの日常生活において非常に重要な要素です。良好な関係を築くことは心の健康にとっても不可欠。ではそのためにはどうすればよいのでしょうか。この動画ではポジティブなコミュニケーションの定義からその基本原則、効果的な技術に至るまで幸福な人間関係を築くためのヒントをご紹介します。コミュニケーションは単に情報を交換する行為ではなく、相互理解や尊重、そして誠実さを基盤とした深いつながりを生み出す手段です。未来に向けての小さな一歩。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタン、通知ボタンを押していただけましたら幸いです。それではポジティブなコミュニケーションとは何か、その定義から掘り下げていきましょう。ポジティブなコミュニケーションと聞いて皆さんは何を思い浮かべますか？明るく前向きな言葉を使うこと、相手を励ますメッセージを送ること。これらは全て正しいですが、ポジティブなコミュニケーションの本質はもっと深いところにあります。ポジティブなコミュニケーションの意味とその価値。ポジティブなコミュニケーションは相手との関係を強化し、相互理解と信頼を築くことを目的としたコミュニケーションスタイルです。このスタイルでは批判や否定的なフィードバックを避け、相手の長所や成功を認め、肯定的なフィードバックを積極的に提供します。ポジティブなコミュニケーションはただの言葉のやり取り以上のものであり、相手に対する尊重、共感、そして愛情の表現方法です。相互理解、尊重、誠実さ。ポジティブなコミュニケーションを実践するためには、以下の3つの基本原則を理解し、実践することが重要です。コミュニケーションは双方向のプロセスです。自分の意見や感情を伝えることはもちろん、相手の言葉に耳を傾け、その意見や感情を理解しようとする努力が必要です。尊重。相手の意見や感情を尊重する態度を持つことは、信頼関係を築く上で不可欠です。異なる意見や立場を持つことを受け入れ、尊重の念を持って接することが大切です。誠実さ。自分の感情や意見を正直に、しかし優しく伝えることが重要です。誠実さは信頼の基盤を作り、関係を深めることにつながります。ポジティブな言葉選びの重要性。言葉は強力なツールです。ポジティブな言葉を使うことで、相手に対して肯定的な気持ちを伝え、相手もまたポジティブな反応を示しやすくなります。例えば、できないという言葉をできるようになるためには何が必要かという形に変えるだけで、会話の方向性が大きく変わります。ポジティブなコミュニケーションは、人間関係を豊かにし、より幸福感を感じるための重要な鍵です。次のセクションでは、このスタイルを実践するための具体的な技術について掘り下げていきます。ポジティブなコミュニケーションを実生活で効果的に活用するためには、具体的な技術や方法を理解し、実践することが重要です。このセクションでは、ポジティブコミュニケーションを実現するための3つの核となる技術に焦点を当てます。アクティブリスニングの方法。アクティブリスニングは、相手の言葉をただ聞くだけでなく、理解し、共感し、それに応じて適切に反応する技術です。この方法は、相手が価値を感じ、理解されていると感じさせることができます。アクティブリスニングを実践するためには、以下の点に注意してください。相手の目を見て聞く。これは、相手にあなたが注目していることを示します。うなずきやうんという小さな声で反応するこれにより、相手はあなたが関心を持って聞いていることを感じます。相手の言葉を繰り返すか、要約してみる。これは相手にあなたが正確に理解していることを確認させる良い方法です。質問をする。相手の話に興味を持っていることを示し、さらに深く理解しようとする姿勢を見せます。相手の感情を理解する。アクティブリスニングの一環として、相手の言葉だけでなく、その背後にある感情も理解しようとすることが大切です。相手の感情に共感することで、より深いつながりを築くことができます。愛メッセージの使用。
ポジティブなコミュニケーションにおいて自分の感情やニーズを表現する際にアイメッセージを使用することは非常に有効です。あなたはいつもといった相手を非難する言葉遣いではなく、私は〇〇を感じる時がありますと自分の感情を中心に話すことで防御的な反応を避け、より建設的な対話が可能になります。感謝の表現。感謝を表すことはポジティブな関係を築く上で非常に強力なツールです。小さなことであっても相手の行動や存在を認め、感謝の気持ちを伝えることで相手も肯定的な感情を持ちやすくなります。批判ではなく建設的フィードバックの提供。問題を指摘する際にも批判ではなく建設的なフィードバックを心がけることが大切です。問題の解決策を一緒に考える姿勢を示すことで相手は批判されていると感じることなく、問題解決に向けて前向きな態度を取りやすくなります。コンフリクト解決のためのコミュニケーション。コンフリクトが生じたとき、ポジティブなコミュニケーションは解決策を見つける鍵となります。双方のニーズを理解し、ウィンウィンの解決策を目指すことが重要です。この過程で、アクティブリスニングやアイメッセージの使用など、先に述べた技術が役立ちます。ウィンウィンを目指す。コンフリクト解決においては、相手との関係を損なわず、双方にとって最良の解決策を見つけることが目標です。これには、創造的な思考と相手への深い理解が必要になります。ポジティブなコミュニケーションの技術を身につけることは、人間関係の質を向上させ、より幸福な生活を送るための重要なステップです。次のセクションでは、これらの技術を実生活で応用する例を紹介します。家庭での応用。家庭は、ポジティブなコミュニケーションが最も重要な役割を果たす場所の一つです。例えば、子供が間違いを犯したとき、批判的な言葉を避け、代わりにどうしてその選択をしたのかと尋ね、その後で次はもっと良い選択ができるように、一緒に考えようと提案することができます。このアプローチは、子供に自信を持たせ、性の行動変化を促します。職場での応用。職場では、ポジティブなコミュニケーションがチームの士気と生産性を高めることに役立ちます。感謝の気持ちを表現したり、同僚や部下の良い点を認めたりすることで、肯定的な職場環境を作り出すことができます。また、建設的なフィードバックを提供することで、問題を前向きに解決し、チームの成長を促進することができます。友人関係での応用。友人関係でも、ポジティブなコミュニケーションは関係を深めるための鍵です。友人が困難に直面しているとき、共感を示し、支援を申し出ることで、信頼と絆を深めることができます。また、お互いの成功を祝い合うことで、ポジティブなエネルギーを共有し、互いの幸福感を高めることができます。挑戦と対処法。ポジティブなコミュニケーションを実践する過程で、様々な障害に直面することもあります。例えば、相手が防御的になったり、誤解が生じたりする場合があります。これらの挑戦に対処するためには、アクティブリスニングの技術を用いて相手の立場を理解しようとする努力が必要です。また、自分自身の感情やニーズをアイメッセージで伝えることで、誤解を解消し、建設的な対話を促進することができます。継続的な改善。ポジティブなコミュニケーションのスキルを向上させるには、継続的な自己反省と相手からのフィードバックが不可欠です。自分のコミュニケーションスタイルを振り返り、改善点を見つけ、相手の反応を注意深く観察することで、より効果的なコミュニケーターに成長することができます。ポジティブなコミュニケーションは、日々の実践と継続的な努力を通じて、徐々に習得できるスキルです。このプロセスを通じて、私たちは自分自身と他人の幸福に寄与することができます。本日はポジティブなコミュニケーション幸福な関係を築く秘訣について一緒に学んできました。ポジティブなコミュニケーションは人間関係を豊かにし、相互理解と尊重をもとに構築された信頼関係の上に成り立っています。我々が今日触れたアクティブリスニング、アイメッセージの使用、感謝の表現などの技術は、家庭、職場、友人関係など生活のあらゆる場面で役立ちます。私たちが今日学んだことを忘れずに、毎日のコミュニケーションに積極的に取り入れてみましょう。明日からでも
アクティブリスニングを心がけてみようと思います。相手に対する感謝を言葉に出すことも、頑張ってやってみようという気持ちになりました。小さな一歩が大きな変化を生むことがあると信じて、私もチャレンジしてみようと思います。この動画を作成する過程で、私自身もポジティブなコミュニケーションの力を改めて実感しました。特に、相手の感情に耳を傾け、理解しようとすることの大切さを深く感じました。相手に真摯に向き合うことで、互いの理解が深まり、より充実した関係を築くことができるということを実感しています。最後まで見てくださったあなたに感謝。この出会いが未来に向けての小さな一歩となりますように、よろしかったらチャンネル登録、グッドボタン、通知ボタンも押していただけたら幸いです。ポジティブなコミュニケーションを通じて、あなたの人生がより豊かで幸福なものになりますように、私たちの動画にまたいらしてくださいね。